皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。今日は本当はストックホルムに行ってる Vlog をお届けしたかったんですが、もうなんか部屋が汚すぎてやばいので、部屋を片付けながらちょっと私の過去の話をしたいなと思っています。やっぱ私掃除があんまり好きじゃなくって、もともとそういう掃除が好きじゃない、綺麗好きじゃない性格もあるんですけど、私が掃除が嫌いになった理由の一つが、高校生の時に寮生活だったんですけど、寮生活の中で毎月か2ヶ月に1回かそれぐらいの頻度で寮の部屋を交代しなくちゃいけなくて、廊下があってみんなそれぞれ20人ぐらい廊下に並んで住んでるんですけど、それを交換するっていう式があって、その度に大掃除をしなきゃいけなかったんですよ。で、私はなんでこんな毎回交換するんだろうって思ったし、その掃除もめちゃくちゃ徹底的にしなくちゃいけなくて、その寮の先生寮監って言うんですけど、寮監の先生が私がチェックお願いしますって言ったら、もういろんなところ、壁とか触ったりスイッチの上とかこうやって触って、はい、ほこりダメですみたいな感じで、私一番遅かったんですよ、掃除するのが。私の今の机の上はこんな感じです。やばい恥ずかしいってかやばい。もうね、どれぐらいだろう、時間がなくて、いろいろ最近忙しくて全然片付けができていません。はい、ブライアンいて、じゃん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 。うわー、机がね、すごい大きい机なのに、こことかもうよく分かんなくて、どれがどれだか。なのでここをちょっと片付けたいと思います。本題の私の一番人生で辛かったことについてお話ししたいと思います。私は全寮制の高校に通っていました。なので高校1年生の時から地元を離れてみんなと寮生活を始めることになります。高校1年生の時はなんとか平穏に暮らすことができていたんですが、高校2年生になるタイミングでクラス替えがあったんですが、そのクラスの中心的なポジションの女子生徒と私がうまくいかなくなったのか、それまで問題なく友達だったんですが、あったのか仲が悪くなってしまって、それからクラスの人と一人も喋られなくなりました。私が友達だと思っていた人や、友達になれるかなと思っていた人も全員私から離れていって、クラスの女子全員から無視されるみたいな体験をした時に、私って一人なんだと思って、孤独だったし不安だったし、すごく辛かったです。それで何が辛かったって、その学校生活が寮まで続くんですよね。みんな寮に住んでるわけだから、その学校でこういうことがあったら寮までその人間関係って続いて、その頃は自分がいじめられているっていう事実を受け止められなくて、同じ学年の子が2、30人いたのかな。その中でやっぱりゴシップもすごいし、誰が何を言った、誰と誰が喧嘩したっていうのもすごい中で、私は誰を信用していいか分からなくなって、自分がこんな風に感じていることをあんまり人に言わない方がいいのかなって、どんどん殻に閉じこもるようになってしまって、もう考えてることは学校を辞めたいの1個です。もう日々学校に行かなきゃいけない、寮生活をしなくちゃいけない中で考えていたことは、本当に学校を今辞めたいっていうことだけを考えながら生活をしていたんですけど、大人に相談すると今だけだよとか、大丈夫ってすごい背中を押してくれるんですけど、私はその時に頑張れっていう言葉がすごく辛かったから、学校を辞めたい、続けたくないって思ってるのに、みんなはできる大丈夫って言うから、もうここから逃げられないって思っちゃって、ある日朝何かすごく辛かったのか、私公衆電話からお母さんに電話しようと思って、学校の公衆電話からもう泣き崩れながら、もう無理かもって言ったのを覚えています。
多分その時に親に初めて相談したのか、そこまで重大だと多分思ってなかったともちろん思うんですけど、それからすごく家族が助けてくれて、今から帰ってきなって言って迎えに来てもらって、多分何日か学校かなんか休んで、その時お姉ちゃんがその町で働いていたので、お姉ちゃんと一緒に住みなって言ってもらって、自分の中では一番嫌だった寮生活っていうところを抜け出すことができて、お姉ちゃんと一緒に住みながらなんとか高校3年生まで学校に通うことができました。では私の高校の寮の話、続きに行きたいと思います。私が高校生になったのが2010年だったと思うんですけど、携帯持ち込みが不可だったんですよ。だし漫画の持ち込みも不可だったし、テレビももちろんダメだし、もう娯楽が全くなくって、休み時間、その寮の休み時間が7時から11時の勉強時間の中になんか30分ぐらい休み時間があって、どっかでみんな公衆電話に電話ボックスがあるんですけど、電話ボックスで家族とかに電話してるんですよ。それが唯一の外との交流の方法みたいな。いつの時代の話って思うぐらいすごい競争させる高校だったから、なんかもちろん成績とかを貼るわけですよ。あなたはなんかどの教科何点何点何点のクラスの順位何位、そして学年順位何位みたいな感じとか、その寮生活の中で誰かがなんかテスト期間になる3週間ぐらい前から、もしくは1ヶ月ぐらい前から5時とかに起き出すんですよ。でその時のテストってやっぱりなんか私たちの成績とかなんかそういうのを全部測る、自分たちの頑張りを測る一つっていうか唯一の方法だから、みんなテスト勉強すごい頑張るから、もう1ヶ月ぐらい前になるとみんな5時ぐらいに起き出して、寮の部屋の壁がすごい薄いから、横の人とか横の人とかのアラームが聞こえるわけですよ、朝5時に。そうなるとみんなやばいみたいな感じで、みんなも起きなくちゃいけないっていう感じになっちゃって、一日勉強漬けの学校なのにもう朝5時ぐらいから起きて勉強しなくちゃいけないのも、あれはマジで意味なかったなって今思います。その朝5時とかに起きて、で学校始まる前からこう学校の図書館行ったりして勉強するのはすごいいいことなんですけど、普通に8時とかに学校が始まったら3時か4時ぐらいまで学校があったし、で学校が終わって部活ができる時間が決まってて、なんか女子は何時まで男子は何時まで OK みたいなで、寮の帰宅時が決められてて、それまでに間に合わなかったら部の中でこう反省会しなくちゃいけないみたいなのもあったりして、夜7時からお勉強の時間が始まるんですよ。私が覚えてるのは夜11時まで勉強しなくちゃいけなかった気がして、で私その4時間毎日夜4時間勉強をもうヘトヘト朝5時に起きて、学校でも勉強しなくちゃいけなくって、授業難しいから、で部活して帰ってきて休む暇もなく7時から勉強始まって11時まで勉強しなくちゃいけない。しかもそれ本当にしないっていう選択肢がなくって、今考えたらマジで意味わかんないんですけど、まずその学習部屋みたいなところにみんな座って、1年生と2年生はみんな同じところで勉強しなくちゃいけないんですよ。受験会場みたいな感じで、なんか机が並べてあって、そこに自分が勉強するものを持ってきて勉強するっていうのがあって、その4時間ぶっ続けで集中できないし、勉強ってできないんですよ。だけど勉強しなくちゃいけないっていう環境の中で、私は疲労困憊でマジで寝てたんですね。居眠りしてて、なんかあの時はもう罪悪感でいっぱいで、なんで私ってみんなみたいに起きていられないんだろうとか勉強できないんだろうってすごい思ってたけど、今考えたらできるわけないじゃんみたいな。そりゃ疲れてるし、なんか一生懸命生きてたらそんな1日15時間も勉強できないのに、あの時はそうやってするのが当たり前だったし、周りのみんなが全員してたから、自分ができないことにすごくストレスだったし、まず先生たちがカウントしてるんですよ。夏子さんは何回寝た、何回居眠りした、何をしてたとかすごい記録されてて、でその記録したものを次の日誰かが
その当番の人が持っていかなくちゃいけなくって、学校の先生が全部読むんですよ。それ寮の先生たちが寝てたってメモしてたり、こういうことがあったっていうのを書いてたりすると、学校の先生はそれを読んで朝の会っていうかホームルームの後とかでちょっとみたいな感じで呼ばれて、昨日寝てたんだってとかいろいろ言われるわけです私の寮生活の一番苦手だったことは24時間監視生活だったことです。なんか自分の部屋ってあるんですけど、自分の部屋にも扉があるんですね。自分の部屋に入る扉で、中から鍵もかけれる扉なんですけど、その扉にはこれぐらいの小窓がついていて、ガラスの小窓で外から中が見れるようになっていました。この小窓の理由は、その寮の先生たちが私たちがちゃんと勉強しているかとか、ちゃんと就寝しているか、ちゃんと規則正しい生活を送っているかっていうのを確認できる、チェックできるっていう理由だったと思うんですけど、完全にプライバシーがない状態で、寝る時もガラス窓は開けたままだったし、休み時間だけガラス窓のところに紙とか置いて隠してもよかったけど、普通の生活の中ではずっとガラス窓はずっと開いたままで、寮の先生以外にも友達とか全員から見られるっていう生活だったんですね。そういう寮だったので、もちろん個人の自由みたいなのは全くなくって、多様性っていう言葉ももちろんなかったし、みんなが同じ時間に同じことをすることが正しいっていう感じだったから、もうルールはルール、めちゃくちゃ厳しい時間管理がされていて、その中でみんなと同じように生活しましょうっていう感じで、疲れたから今日は勉強しないとかはできないんですよ。もう決まった時間に決まったことをすることが必ずで、それをしないとレポートを書かれてみたいな感じだったと思うし、みんなと同じことができないとやっぱり問題だったっていう感じだったから、その監視生活は結構辛かったです。私の高校でもめちゃくちゃ楽しんでる人がたくさんいて、そのやり方に合った人とかたくさん友達ができた人はもちろん楽しいと思うし、それは素晴らしいことだけど、高校生だったから体力はあったけど全然元気じゃなかったんですよね。疲れてたし、悩んでたし、寝てなかったし。今私の仕事部屋の掃除が終わったので、皆さんにお見せしたいと思います。じゃじゃーん、めっちゃ綺麗になったと思います。机の上がね綺麗になりました。これ机はね、こうやって机を上げ下げできるので、椅子は使ったり使わなかったりなんですが、私がいつも使ってるものだけを取り出してこんな感じになりました。窓はこんな感じで、ここにね本当はプラントが立ってたんですが、大きくなりすぎて横に倒れてしまったりしたので、鉢を入れ替えたいなと思っています。ついでにこれも溢れんばかりな感じなので入れ替えたいなと思っています。実は自分の高校生の辛かったことって今まで多分2人か3人ぐらいにしか話したことなくて、16、17、18歳って本当に脳の成長もたくさんしているし、体も成長するし、いろいろなことを体験して人間として成長していく時だったと思うんですが、高校2年生の1学期2学期に起きたことで私はすごくもう人間不信っぽくなってしまって、それから高校卒業するまで正直楽しいとは思えなかった高校生活だったんですが、でもその時でも私は大学生になったら違う環境が待っていると思って、その時にできる自分のベストを尽くしてたのかなって今では思うので、 YouTube を通していろんな人と出会っていろんな人生があるんだよって、私もそれを感じますし、皆さんも私たちの人生を通しながらへー面白いなと思ってもらえたら嬉しいですし、皆さんも自分のことでいっぱいいっぱいになったり、失敗したくないとか殻に閉じこもりたいってこともあると思うんですが、でもね、選択肢を広げれば広げるほど自分の許容範囲が広がっていって、環境が変われば今まで辛かったことがなくなるぐらいのいいこともあると思うので、楽になるなって思います。
スウェーデンに来ていろいろな人と出会う中で、私のシリアから来た難民の友達が言ってたんですけど、同じことはずっと続かないよって言ってました。本当に本当に辛いこともあるけど、それが一生続くわけじゃないよっていうふうに言ってもらって、本当にそうだなっていうふうに思います。なんか本当に人生何があるかわからないし、その時に出会う人たちの影響で自分の人生って左右されると思うんですけど、でも自分が会いたい人はどんどんこれから増えていくわけだから、もうこれからいいことしか待ってないよって私は思います。編集部屋から失礼します。ここまでね、結構しんみりしたお話になっちゃったんですが、ここからいくつか嬉しいお知らせがあるので、いろいろねお話ししながら家を回りたいと思います。じゃあまず1つ目ですね。1つ目の嬉しいお知らせは、じゃーん、はい、私10月20日から11月9日の3週間の間、日本に帰ることが決定しました。イエーイそれはね、めちゃくちゃ嬉しいです。ほぼ2年半ぶりかな。そして次の嬉しいお知らせがね、反対です。じゃじゃーん、はーい、見てください。じゃーん、一気に夏らしくなりました。ここ1週間ぐらいでね、葉っぱ全部生えてきて、でもう芝生とかもいい感じになってます。では次ですね。今2階の階段を上って、この扉開けると、じゃじゃーん、今からこの部屋の家具を入れたり、いろいろインテリアをねコーディネートしたいなと思っているので、はい、その動画もね、これから夏にかけてお届けできるかなと思っています。日本に3週間帰るんですが、佐賀で地元のツアーをしたり、東京とか他の地域に行ってオフ会とかもできたら嬉しいなと思っています。もし皆さん興味がある方がいたらコメント欄で教えてください。一緒にね、まだ半年ぐらいあるので、なんか楽しいイベントとかを企画しつつ、本当にプランができたら嬉しいなと思っています。これから私がスウェーデンに来た時の話とか、どうやって仕事を見つけたかみたいな話とか、辛かったこと、嬉しかったこと、いろいろねお話をシェアできるかなと思っていますので、気になることがあったらぜひリクエストいただけると嬉しいです。最新のメンバーシップ動画では私が世界で一番臭い缶詰、スールシュトラメンっていう缶詰を食べた時のリアクションとかも見ることができますので、興味がある方がいたらぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、皆さんここまで見てくださり本当に本当にありがとうございました。またね、来週の土曜日の動画、いろいろ楽しい動画作れるかなと思っていますので、ぜひそちらもお待ちください。ヘイドー。